皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は韓国 GM の騒動についてです。韓国には世界から様々な企業が進出しています。その中にアメリカの自動車メーカーゼネラルモーターズがあります。このゼネラルモーターズ GM が韓国に進出して、かつてはアジア地域を中心にして自動車を各国へと輸出して利益を稼いでいました。しかし近年においてはそうした面影というものは全くなく、赤字続きのお荷物と化しています。その背景にあるのが韓国の強すぎる労働組合があります。韓国の労働組合はとにかく自分たちの利益をより多くするためにはありとあらゆる要求を企業側に行います。今回の件で言えば韓国の GM に対して赤字になっていることなど関係ない我々への給料やボーナスなどを増やすのが最優先だという要求をし続け、これが受け入れられないということを理由として部分的なストというものも頻繁に行っています。このような事態に手を焼いている GM の本社においてはいよいよ韓国の GM 工場について撤退を示唆する言葉を発しています。そして一つの自動車メーカーの工場がなくなるということが一体どれだけの影響があるのか、その関連会社も苦しんでいる記事なども出ているので、これを合わせてご覧ください。 GM 本社韓国から撤退も。賃金交渉をめぐり労働組合に警告。韓国 GM の使用者側と賃金団体協約交渉で対立する韓国 GM 労働組合に対し GM 本社が韓国から撤退することもあると警告した。18日のロイター通信によると、スティーブ・キーファーアメリカ GM 上級副社長兼海外事業部門代表は、労働組合のストライキで約1万7000台の自動車生産に支障が生じていて、今週末までに2万台に達するとし、新型コロナウイルスの感染拡大で年初に失われた6万台まで考慮すると、韓国 GM は今年利益を出すことができないと述べた。キーファー副社長は、韓国 GM 労働組合は生産台数を人質にして財政的に打撃を与えているため、今後の韓国 GM への投資を難しくさせるとし、こうした労働組合の態度は韓国を競争力がない国にしていると強く批判した。続いて、数週以内にこの問題が解決しなければ長期的な影響があるだろうと話した。これに先立ち全国金属労働組合韓国 GM 支部は16日の中央葬儀対策委員会で17日から20日まで部分ストをすると明らかにした。韓国 GM の前半組と後半組の勤労者はこの期間に4時間ずつストをし、先月23日に始めた残業特別勤務拒否も続ける方針だ。労働組合の幹部は部分ストの最終日の20日から徹夜の座り込みに入る計画だ。この問題は韓国の GM と労働者組合との間の労使構想の話というふうに見られがちですが、自動車産業というのは非常に裾野が広く、その関連会社も被害を被っています。韓国 GM 協力会社社長100人、そのため電気代も払えず助けて。韓国 GM の協力会社からなる共進会が韓国 GM の労使対立で協力会社は危機を迎えていると訴え、労使に賃金団体交渉の早期妥結を求めた。共進会は19日、韓国 GM プピョン工場正門で韓国 GM の妥結しない賃金団体交渉に対する協力会社の生存のための訴えを発表し、賃金団体交渉がすぐに妥結しなければ、流動性が脆弱な協力会社は不当たりを出す事態を迎えるかもしれないという憂慮を表した。共進会は、一部の会社は電気代のほか職員の給与も適時に支払えない状況とし、第2次、第3次協力会社は事業を諦めるところが増えていると伝えた。共進会と韓国 GM によると、労働組合の部分ストなどで先月は5064台の生産損失が発生した。また、部分ストが今月末まで続く場合、今月の生産台数は当初の目標の半分にもならない見通しだ。協力会社の社長は、韓国 GM 労使に自制と協力を訴えた。共進会はあらゆる知恵を集めて遅滞なく賃金団体交渉を妥結させてほしいとし、韓国 GM の後ろでは30万人の協力会社の役職員と家族が不安を感じながら見守っているとも伝えた。このニュースを聞いて、企業側の人たちとちゃんと話し合って双方に利益になるような形でまとめればいいのにと考えた人は、いわゆる日本人的な考え方だと言えます。双方の利益になるような形を模索していけば、より長くその利益を企業も労働者も得ることができます。このような長期的な視点というのは非常に有効で、多くの人々に
その富を分配することができるでしょう。しかしそのような考え方というのは全く韓国においては通用しません。韓国の労働組合が一番目指しているものというのは、とにかく私たちに利益をよこせというそれだけです。ですから韓国の GM が現地法人としては赤字が続いていて経営危機になっていることなど全く関係ありません。彼らにとって大事なのは自分のところにどれだけのお金が今入ってくるか、そして数年後に工場が閉鎖されようとそんなことは関係ないのです。今お金が欲しいという欲求こそがまず第一にあるのです。2018年韓国 GM はまさに経営危機に立って、その時においては韓国政府がこの問題に取り組み、韓国の政府系金融機関産業銀行が韓国 GM に対して融資を行うことで経営危機を一旦は乗り越えています。このようなことがありますから、労働者組合としてはいくら現地法人が赤字に陥ったとしても、GM であるからにはアメリカに本国があるし、その本国の企業が赤字分を補填してくれるはずだという考えもあるでしょうし、また工場がなくなれば労働者の失業問題が発生するから必ず韓国政府が助けに入るはずだといういわば甘えの構図があります。そして実際ここ数年はそうやって赤字を垂れ流しているにもかかわらず、 GM もなんだかんだと彼らの要求はある程度受け入れ続ける中で生産を続けてきたのです。いわば労働組合としてはごねれば得だという悪い学習効果が働いているのです。しかしこのようなごね得というものが永遠に続くわけがありません。今回はアメリカの本社からそろそろ韓国 GM を畳んでもいいんじゃないかという考えが伝わってきているわけですが、実際私が考えてみてもさっさと撤退した方が傷は浅いでしょう。特に現在においてはアジア地域における自動車の流通網などを考えると、別に韓国が生産地として最適なわけではないのです。すでに ASEAN 地域などにおいてはその流通網において貿易ルールの制定なども進んでいますし、それこそつい最近は RCEP なども結ばれ、貿易環境などは改善されています。ですからサプライチェーンなどを考えると、もはや韓国という場所が生産拠点そして輸出拠点として機能し続ける必要はないのです。そして労働組合がごね続けることによって失職の危機を迎える人々というのが、今回の2つ目の記事で紹介したように関連会社にも及びます。自動車というのは非常に産業ピラミッドとしては大きなものです。完成車メーカーというものがあるわけですが、その下には当然のように部品を収めるメーカーというのが非常にたくさんあります。その中には韓国 GM にだけ部品を収めているような会社だって当然あるでしょう。ですからこの2つ目の記事であるように20万人であるとか30万人であるとか、それぐらいの数の人々が関わっている一つの産業となっているわけです。しかしそのようなことは繰り返して言いますが、労働組合にとっては全く関係ありません。これらの人々が失職しようが彼らにとっては関係のない話なんです。このような自分勝手な振る舞いを続ける彼らに対しては韓国国内においても批判されており、まるで貴族のようだとさえ言われています。そして実際彼らは貴族のように自分たちの身が破綻するまで周りを巻き込み続けて、その害悪というものを振りまき続けることでしょう。欧米のメーカーというのはどうしてもこのようなその土地土地における大きなリスクが存在していることに十分思いが至らず、安易に優遇策などがあるからと工場などを建ててしまうものです。例えば教育水準がある程度高いなとか基準をクリアしているんだったらそこに工場を建てても問題ないだろうといういわば数値だけで物事を考えてしまうのです。しかしそこに住む人々が一体何を考えているかということをよく調べなければ、このような進出した後でひたすら悩まされ続けるというような事態になってしまうのです。それこそ日本と韓国というのは地理的物理的には近いわけですが、そこに住んでいる人々の考え方というものは全く違うということを今回の件で GM は深く学ぶこととなったでしょう。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。